立ち技世界最強の男は誰なのか。1993年 K1 はそんな単純明快なテーマを持って産声を上げました。100キロクラスの男たちが奏でる人間の限界の先にあるドラマ、それは今や世界中の格闘技ファンの胸を熱くさせています。アンディ・フグ、アーネスト・ホースト、ピーター・アーツ、マイク・ベルナンド、多くのヒーローが誕生し、華やかに彩られてきた K1 の舞台も今年で17年目、そして今年も決めなければなりません。2009年立ち技世界最強の男は誰なのか。皆さんこんにちは。 K1 イベントプロデューサーの谷川貞治です。それでは9月26日韓国ソウルオリンピック第一体育館で行われますフィールズ K1 ワールドグランプリ2009 in ソウルファイナル16のカードを発表したいと思います。このファイナル16に選ばれるのは昨年度のベスト8ファイター、そして現世界スーパーヘビー級チャンピオンと世界ヘビー級チャンピオンの2名、さらに世界地区予選を勝ち抜いた優勝者の3名、合計13名に加えまして、残りの3名に関しましてはファン投票を重視した主催者の推薦で決定したいと思います。しかしここで残念なお知らせがあります。昨年度ベスト8ファイターに輝いていたグー・カンサク選手が8月2日の試合で足を負傷し、残念ながら今回開幕戦に間に合わないということで欠場となりました。そのため推薦選手は今回4名となります。それではまず最初のカードはこちらからです。初代ヘビー級チャンピオンで昨年の決勝戦では暴走ファイトもありましたけども、今年の5月のオランダの試合でセイムシュルトに KO 勝ちしてますます本当に勢いに乗っているバダレ選手の相手は同じく新鋭のザビット・サメドフ選手に決定しました。このザビット・サメドフ選手も過去何度も地区予選に出場し、惜しくも準優勝でなかなか開幕戦には出られなかったんですけど、今回念願の優勝ということでかなり気合も入ってるんじゃないかと思います。2人ともですねちょうど体重が100キロぐらいでまさに新時代の K1 を担っていくようなイケイケな激しいぶつかり合いになるんじゃないかなという試合になると思います。期待してください。I'm just wanna fight and we will see what will happen in which round, you know, but my intentions are just to knock him out and to hurt him, so we'll make it a first round knockout. 続いてのカードはこちらです。昨年のベスト8ファイターで、本当にスピードがすごい魅力的なルスラン・カラエフ選手の相手は、現、世界ヘビー級チャンピオンである京太郎選手とのマッチメイクになりました。ルスラン選手に関しましてはですね、昨年ベスト8で惜しくもサキ選手に敗れてしまったんですが、バタハリのライバルになるんじゃないかと言われるぐらい、新時代を担っていく一人じゃないかと思っております。対する京太郎選手、今回初出場ですが、今まで出てきた日本人の中で誰よりも順当に、そして世界にですねその実力を見せつけ、堂々たるグランプリ初参戦ということで、こちらもルスラン選手のスピードが上回るか、それとも京太郎選手のカウンターが見事にヒットするか、今後の K1 を担う重要な一戦になるんじゃないかなというふうに思います。やっぱ当然僕もスピードがあるってことを言ってますし、当然カラエフ選手もスピードナンバー1 K1 ナンバーワンということを自負していると思うんで、僕がここで負けているようだったら当然ベルトとしての価値が疑われますし、そこはやっぱ危機感を持ってやりたいですよね。それでは続いてのカードはこちらです。
昨年はこのファイナル16でピーター・アー選手に敗れてしまったものの、この絶対王者と言われていたセイム・シュルト選手が優勝争いの中心選手であることは間違いありません。このセイム・シュルト選手に挑戦するのはダニエル・ギター。日本で8月に行われた世界最終予選でギター選手もうすべて1ラウンド KO 勝ちで勝ったことによってですね、専門家の間でも今年優勝するんじゃないかという呼び声も高いギター選手なんですが、このギター選手のローキックでセイム・シュルト選手の巨体が崩れるのか、非常に通好みな試合になると思います。 I'm going to fight as a K1 champion. I think the K1 fans knows who's the K1 champion. 一方のセイム・シュルト選手もですね、昨年ピーター・アーツに敗れ4連覇の夢が絶たれています。もう今回は本当に負けられない、本気で倒しに来るんじゃないかというふうに思っています。続きましてこちらのカードです。昨年極真の世界王者の肩書きを引っ提げてK1 に初参戦したテイシエラ選手ですが、そのフィジカルの強さを武器に私の想像以上の活躍を見せてくれました。そして今年ですね、横浜でジェロム・レバンナ選手にも見事判定勝ちし、さらなる鍛錬を積んで今年の優勝争いに必ずや組み込んでくるんじゃないかと思います。Então eu vou estar sempre o tempo inteiro buscando a vitória, buscando principalmente o nocaute, né? Então eles vão ver uma luta bem movimentada e bem bonita também. そのテイシエラ選手の挑むのはシングハート・ジャディブ選手。このジャディブ選手は今年8月のアジアグランプリで2連続 KO で勝ち進み、さらに決勝戦ではですね、実力者の金大英選手を判定で破る大健闘を収め、見事開幕戦の切符を手にしました。これから世界に羽ばたいていくと思います。ジャディブ選手対テイシエラ選手の試合、ぜひ期待してください。続いてのカードはこちらです。今年、FEG の方でファン投票をやった結果、なんと見事圧倒的な1位を飾ったのは MMA ファイターのアリスター・オーフレーム選手でした。昨年の大晦日 K1MAX のベテラン武田幸三選手が川尻選手に、そして武蔵選手がドリームミドル級王者のゲガール・武蔵選手に、さらにですねバターリ選手がこのアリスター選手に、KO で負けるというですね大事件が起こりましたが、このインパクトでファン投票にアリスター選手が選ばれたんじゃないかと思います。I think MMA is a more complete fighting game than K1. I think if you let K1 fighters on MMA rules, they will lose 9 times out of 10. Yeah. And that's it. Are we going to see many more years of? I just started. I make 20K once and I stop. この MMA ファイターであり K1 の外敵に立ち向かうのはまさに K1 の象徴というべきピーター・アーツ選手が迎え撃つことになりました。ピーター・アーツ選手にとってもこの大晦日の K1 惨敗というのは誰よりも屈辱的であったんじゃないでしょうか。今年39歳のピーター・アーツ選手はですね、自らを鍛えるため着陸ジムのトム・ハーリー会長の元に戻り、気合も十分です。今3回優勝してますけども、39歳にして4度目の王者になるというですね大偉業に向けて今年のグランプリにかけておりますが、まずこの最大の外敵のアリスター・オーフレーム選手と戦う一戦はですね、世界中のファンの注目の一戦になるでしょう。続きましてのカードはこちらです。アリスターに続きファン投票第2位だったのが人気者メルビン・マヌーフ選手でした。とにかく勝っても負けても一瞬の KO というのがファンの皆さんの心を掴んで離さないのだと思います。そのメルビン・マヌーフの相手は昨年の念願の3度目の優勝を飾ったレミー・ボンヤスキーと
やはり3度目の優勝を飾ったということで、気持ちも充実してますし、鉄壁のガードと破壊力のある蹴り技でグランプリは万全を期して臨んでくると思います。実はこの2人の組み合わせは昨年のオランダ大会で実現しておりまして、その時は合計5度ダウンを奪ってレミー選手が圧倒しています。I want to fight again against Remy. I kick his ass. I'm going to kick his ass now. Now I know what I have to do. Come on. 今年も K1 と MMA の二足のわらじを履いているメルビン選手ですが、面白い試合になることは間違いないと思います。レミー選手のバネを使った高さのある攻撃と、そしてですね、マヌー選手の直線的なパンチ、キック対パンチの激しい戦いになることは必至です。それでは続きましてこちらのカードです。ファン投票第3位で選ばれたのは、ミルコ選手だったんですが、このミルコ選手はこれから USC で活躍するので残念ながら今 K1 には出られません。そこで第4位に選ばれたのがこのグラウベ・フェイトーザ選手、極真の、本当怪物。今年の3月にはですね、沢屋敷選手を KO して、完全復活してますが、グラウベ選手もですね、今年のグランプリを本当に最後のつもりぐらいで、頑張ると意気込んでおります。Bom, os fãs podem esperar uma luta, acredito que bem agressiva, uma luta que os dois atletas vão estar buscando assim um nocaute o tempo inteiro. Então é assim que eu vejo a luta hoje. そのグラウベ選手の対戦相手は、エロジマンことエロール・ジマーマン、昨年本当に台風の目となった、ジマーマン選手ですが23歳という、若さもあって、もうとにかく猛烈な勢いで勝ち進んで昨年ベスト4に、入ったこともありまして、経験をさらに積み、ハングリーな気持ちは変わらず、グラウベ・フェイトーザは返り討ちにしてやろうというふうに意気込んでいるジマーマン選手です。この若いジマーマン選手の勢いが勝つか、それともですね、グラウベ選手が、本当にリベンジを果たすか、この一戦もぜひ注目してください。それでは、第8試合目、最後のカードはこちらです。この武蔵選手、今年がトーナメント最後と引退を決意し、そしてファン並びにですね、主催者に参戦を直訴したわけですが、ファン投票の結果を申しますと、5位がグラウベ選手が4位でしたが、5位がカタリン・モロサン選手、この選手がですね8093票、そして武蔵選手は第6位8084票と非常に僅差でありますけれども、第6位になりました。そして主催者で検討した結果ですね、モロサン選手と武蔵選手のですね票がそれほど変わりないこともありまして、過去の実績、そして本人の決意の意を組んでですね、最終的に、賛否両論あるとは思いますが、武蔵選手に決定させていただいた、次第です。その武蔵選手と対戦するのはジェロム・レバンナ、ジェロム選手もまだ一度も優勝してないということで、ピーター・アーツに続き最多出場では第2番目なんですけども、そのジェロム選手、今年こそは悲願の優勝を取りにかかるんじゃないかなというふうに思っております。この2人はですね、実は2002年の決勝トーナメントの1回戦で、ぶつかっております。その時は、2ラウンドジェロム・レバンナ選手が武蔵選手を完膚なきまでに、叩きのめして TK 勝ちを収めております。対戦自体も久しぶりになるんですけどね、お互い同い年だし、長く K1 のリングに上がって本当良き戦友だと思ってるので、全力でぶつかって韓国という国を逆に震え上がらせるような、そういう面白い試合をしましょう。引退を決意し、そして最後のグランプリになる武蔵選手の最後の意地が勝つのか、それとも今年こそは優勝したいという気持ちの強いジェロム・レバンナ選手が勝って決勝戦に残るのか、本当に K1 スピリットを見せつけられるような試合になることを2人に期待しています。続きましてスーパーファイトをご紹介します。
先ほども申しましたように、今回ファン投票をやりまして第5位に輝いたのは、カタリン・モロサの選手でした。そのカタリン・モロサの選手の第5位という評価をしまして、8月の2日のアジアグランプリで第2位に輝いた金大英選手とスーパーファイトで実現することになりました。カタリン・モロサの選手は前へ出てくるイケイケファイターですし、金大英選手もですね、気持ちには誰にも負けないほど本当激しい闘志あふれる試合をする選手だと思います。本当に韓国を沸かせるような激しいスーパーファイトになるんじゃないかと期待してます。K1 は年を追うごとに競技レベルが向上し、戦いも激しくなり、次々と新しいスター選手を生み出してきました。今や世界135カ国の人々がテレビで使用するオンリーワンの格闘技ブランドとなった K1。そこにあるコンセプトはただ一つ、立ち技世界最強は誰なのか。それを証明するために選ばれし16名の男たちがソウルに集まります。9月26日、フィールズ K1 ワールドグランプリ2009 in ソウルファイナル16。2009年、この地球上で一番強い男は K1 が決めます。For the thousands in attendance and the millions watching around the world, let's get ready to rumble! Oh, the big kabosh! The big kabosh! It's all over! What a shot! Unbelievable! That was just unbelievable! It's all over! It's good night, Irene! Another extraordinary happening here tonight! Everybody go down. In the high tower from Holland, Simi Schultz. I'm the one changing K1. Disqualification stuck. You could not have scripted that in a Hollywood movie.